こんにちは、まみきさんです。今回は6月10日と11日にルガーノにあるカッシーナ・ディ・ソレンゴで開催されたみかん市に出店したので報告です。みかん市とはスイス・イタリア語圏在住の日本人による手仕事や日本の文化を知ってもらう市です。ラック着物の恵子さんが立ち上げ、今回第1弾の試みでした。フライヤーは数々のキャラクターデザインをされているアッコさんが作ってくれました。ラク着物、日本で古い着物を買い付け、生地を生かしてリメイクされています。ヘアバンドやポシェット、手提げ袋や巾着、そして少し手を加えて今風に着ることができる羽織。スイス人たちにとても人気です。イラストレーターのしずさん、ファンタジーな不思議な世界観を持っていて興味深かったです。当日ポートレートを描いてくれるということでしたので、ギランギランなジュエリーをまとった私を描いてもらいたかったのですが、オーダーがたくさん入ってて忙しそうだったので、またの機会にお願いしようと思いました。伝統的な染め物、紅型をされているユウさん。デザインを起こし、型を切り抜いていく。糊を置き、くり抜かれた部分にはこの糊を塗ることで色付けがされない。そして染色をする。とても細かくいろんな工程を経て仕上げていくのです。つまみ細工のえりこちゃん。こちらも伝統工芸です。生地を小さい四角形に切り、つまんで折ってお花や金魚などモチーフを作り上げていく細かい作業です。どれも鮮やかな生地で作られた髪飾りたち。折り紙市、金魚やアジサイなどきれいで華やかな折り紙で飾った立体カードや、160個の三角に折られたピースを組み合わせて作っただるまたち。かわいい生地をセレクトしてご自分で縫ったオリジナルの風呂敷。11日は風呂敷の包み方教室がありました。前回の動画にも登場していたミスパール。ポップアップが終わったばかりで在庫がなくなり、この日のためにお鍋したと言っていました。パールの魅力がどんどん広まっていくこと間違いなし。そして私、アトリエザン。在庫はいろいろあるので何を出そうか迷いました。今回はできるだけシンプルなラインをセレクトし、少し変わったデザインでもカジュアルにコーディネートしやすいものに厳選しました。
揺らぎ、ゆらゆらと体に心地よい揺らぎを与えて、自律神経のバランスを整えたり、筋肉の緊張をほぐします。ひよこ豆のお味噌、しそシロップ、そして塩麹レシピ付きの彼女が仕込まれた米麹も販売されていました。また子供向けにこんな T シャツも作っちゃう。多彩ですね。みんながお世話になったキッチンスペースには、抹茶を使ったスイーツ類やカステラ、そしてお昼用にその場でご飯を炊いて作った3種類のおにぎり、ありがとうございました。えりこちゃんはつまみ細工の制作の他にスイーツも作る。11日、フライヤーを作ってくれたアッコさんがお寿司のワークショップを開いてくれました。スイーツを作って販売されていたナミさんは生け花教室も開かれました。皆さん楽しそうでしたね。2日間のみかん市が無事終了しました。何か購入したものがあるのではないかと思っている方、これからご紹介したいと思います。まずは2日間とも身も心も満たされた春菜さんのおむすびです。おにぎりですね。そうですね、私は子供の頃からおむすびと呼んでいて、なぜなら父がよくおむすびを持ってピクニックに行こうなんて言っていたのと、あとはおむすびコロリンという絵本があったので、そう呼ぶのが当たり前だと思っていました。ですが大人になってみると、ほとんどの人がおにぎりと呼んでいることに気がつきました。で、その春菜さんのおにぎりは3種類の中身がありまして、鶏肉の照り焼き、ツナマヨ、そしてベジタリアンの方に考えられたお手製の海苔の佃煮が入ったものでありました。で、塩加減もバッチリで、本当に癒された2日間でした。で、次も食べ物になるのですが、えりこちゃんの抹茶マフィンとチョコレートマフィンで、彼女は普段からお誕生日ケーキのオーダーが入って作られるほどの腕前で、やはりマフィンも絶品でした。で、しっとりしていて、中にチョコレートが溶けてクリーミーになったものがところどころに入っていて、もう本当に美味しかったです。で、お土産に持って帰って家族も本当に喜んでいました。ゆらぎの米麹、塩麹のレシピがついていたので早速作ってみました。1週間経ち出来上がったものをちょうど肉にまぶしてマリネしているところです。一晩寝かすので明日が楽しみです。折り紙市のだるまちゃん、三角形に折った160個の折り紙のピースを組み合わせて作られたもの。ビジネスに効くという黒を選びました。
願をかけるときに片目を描き、願ったらもう片目を描くものなので、今だという時を慎重に選んで描こうと思います。瓶型の着物デザインカード、金色か銀色かで迷って、うちの壁に映えそうな金の方にしました。額縁に入れてこんな感じで飾っています。楽着物の巾着、インスタに投稿された時から可愛いなって気になっていて、当日何種類かの中から一目で気に入ったこの生地のものに決めました。この生地はもともとかなり古い着物だったので、綺麗に残っている部分だけを切り取って小物に作り変えたそうです。イベント中にアクセサリー感覚で下げていたところを隠し撮りされていました。ミスパールのブレスレット。パールのブレスが欲しいなと思っていたら出会ってしまいました。アコヤの消しパール。小さくて丸いけれどいびつで、一つ一つ輝きが違う魅力的な子。少し長かったので短くしてもらい、後日受け取りました。大事な時計ともぴったりマッチ。アトリエさんの売上報告になりますが、全体的にシンプルで華奢なものが多かったです。で、中でも集中したのがドロップシリーズになります。で、こちらの私がつけているペンダントもドロップシリーズのものになります。ドロップはもともと10年以上前にピエロの涙というコレクションの中にあった汗と涙の雫をデザインに取り入れたシリーズでした。ドロップはベストセラーの一つなので定番として残しています。またジャグリングボールシリーズも何点か売れ、こちらもピエロの涙コレクションのものでした。現在ではスペースコレクション、宇宙ですねの中に加えて定番として残しています。あとは今回の場では値下げをしていた髪留めもよく出ました。髪留めは贈り物用に購入される方が多く、いつも品薄状態なので、気に入ったデザインが見つかったタイミングで購入を決められると良いです。最後になりますが、だいぶ長いことこのような形での販売から遠のいていたのと、日本ブームの中、日本のものを求めていらっしゃるお客様がほとんどになることを想像していたので、参加するか考えていたのですが、父いので同じように手仕事をされている方と知り合い、お話ができたら良いなと思って出店を決めました。当日ふと目に留めてくださったお客様が意外といらっしゃったことにとても感謝しています。そして最大のサプライズは、遠方からかれこれ知り合って15年くらいだけれどリアルには会ったことがなかった美和子さんがこの機会に会いに来てくださったことに感激しました。このみかん市また会ったら行きたいなという方、今回行けなかったなという方、クリスマス前の12月2日と3日に第2弾を予定しています。Stay tuned。ありがとうございました。まみくさんでした。